レイヤー300枚のイラストが問題なく描けました。イルミネーション目の前で見るか写真で見るかくらいに違いますよ。こんにちは。イラストレーターのののまろです。ちーまろちゃんです。今日は久しぶりのお絵かきツールレビューです。すごいツールを見つけてしまったので、忖度なし本音でレビューしていきたいと思います。そして結論から言うと iPad から乗り換えてしまいました。ちーまるちゃんは普段何を使ってお絵かきをしていますか？私はワコムファンというタブレットを使っています。すごくいい選択ですね。ちーまるちゃんはお絵かきツールをどうやって選んでるんですか？やっぱりみんなが使っている安心感とか書き心地とか価格です。安心感はすっごく大事ですよね。ワコムや iPad が絵描きに人気なのはサポートが非常に手厚いし品質が高いお絵描きツールなのが理由ですよね。それでこの前私ね全くねノーマークだったんですけれども、原宿にフラッと行った時にギャラクシーのショールームのビルがありまして、そこで私の大好きなチームラボっていう美術集団とコラボしてるっていう看板があったので、ついフラッと立ち寄ってしまったのが始まりです。あ、言われてみると原宿にギャラクシーのビルありますね。表参道と竹下通りの間くらいに。チームラボが目的でつい入ってしまったんですが、その時にギャラクシーっていう Android のスマホを貸してくれるんです。その画面がもうすっごく綺麗で快適だったので、もしかしたら iPad みたいなお絵かきができるタブレットないかなと思って探したら、 Android のタブレット Galaxy Tab S8 Ultra というお絵かきのためにできたみたいなタブレットを見つけました。ギャラクシーって名前は聞いたことあるけど、お絵かきツールを出しているとは知りませんでした。それにしても先生ちょろいですね。いやもう結論から言ってしまうとすごいんです。 iPad で感じていた不満点がもうほとんど全て解消されてました。本気で乗り換えようかと思っています。 iPad よりすごいんですか？実はお絵かきに必要な機能の部分はなんとギャラクシーとコラボしてワコムさんが作っているらしいんです。ワコムとコラボですか？そうなんです。そしてクリップスタジオのセルシスさんともコラボしているんです。そんなギャラクシー×セルシス×ワコムのイラストレーター特化型のタブレットをレビューしていきたいと思います。今回はね自腹購入ですのでバシバシ思ったことを言っていきたいと思います。今日はこの Galaxy Tab S8 Ultra がイラストレーター目線でどこまで使える端末なのか、直接のライバルである iPad Pro と比較をしながらレビューしていきたいと思います。早速本体を見ていきましょう。こんなに薄い箱なんですが、実際本体も薄いんです。 5.5mm しかなくって iPad と比べてみるとその薄さがよくわかりますね。 iPad Pro と比べると一回り大きいです。重さはそこまで変わらない重さ、ギリギリ持ち歩ける最大サイズだと思います。本体はアルミ合金でできていて iPad と同じような質感です。色は暗いグレーです。日本だとこのダークグレーのみの販売のようです。そして次にディスプレイ、これがもう本当に良くてね、14.6 型の iPad Pro よりも横長のディスプレイで有機 EL 方式のディスプレイなんです。有機 EL と液晶って私は違いがよくわからないんです。何が違うんですか？違いは難しく考えなくってよくって、有機 EL は液晶よりとっても綺麗なディスプレイくらいの感覚で大丈夫です。実際の違いとしてはイルミネーション目の前で見るか写真で見るかくらいに違いますよ。わあ、ほんとだ、全然違いますね。実際の絵を描くときに重要になるのは
色の再現度なのですが、この辺りは単純な綺麗さとは全く違うものなので、自分好みに調節する機能がついています。 MacOS のようなカラープロファイルまでは対応していませんが、これで色味を合わせていけます。ディスプレイの項目からホワイトバランスの設定、そしてもっと細かく RGB 別でも設定できます。 iPad はこの辺りはある程度きちんと調整されているとはいえ、色空間 Mac とは若干違った色味になってしまうので、調節できるのはありがたいです。標準の設定で使うとちょっと鮮やかすぎるので、イラストを描く場合など何か作業する場合は設定でナチュラルという項目にしておくと目が疲れにくくなると思います。実際は黄色みがかった色になりますので、本格的に絵を開く場合は事前にホワイトバランスを調節しておくといいと思います。今まで見てきたどの液晶よりも現実感、没入感が強いなって感じました。またリフレッシュレートは 120Hz に対応しているので、非常に滑らかな動きの操作ができます。この機能は iPad Pro のプロモーションと同じですね。現時点で液晶じゃなくて有機 EL と OS を搭載したイラストにも使えるタブレットはこのシリーズしかないと思います。もしあったらコメント欄で教えてください。確かに画面のついたタブレットって液晶タブレットって言いますもんね。これは何タブになるんでしょう。有機 EL タブなんでしょうか。今回は紛らわしさを避けるためにディスプレイにかけるタブレットイコール液タブという表現を使って解説していきますね。 iPad Pro と比べて本体を横にした時に縦はほぼ同じで横に広がっているのでツールの配置がしやすい感じです。一般的な液タブと同じ縦横比です。視差は全くなくて液タブよりずっとそこにそのまま書いてるっていうような感覚があります。レスポンスが非常にいい感じです。そしてこちらが付属のペン S ペンというんですが、 iPad と同じく本体に貼り付けて充電をします。もうこのペンがワコムさんとの共同開発でワコム製の技術を搭載しています。思ってたより細身なので最初のうちは好みが分かれるかもしれません。ペン自体にいい感じの摩擦があるので書いた時の抵抗に近い感覚で書けます。ペンは標準で付属してくるのもいいですね。ホバー機能にも標準で対応しています。ペンを近づけるとポインターが出てくるやつですね。これって iPad だとできないんですか？そうなんです。最新の iPad Pro 2022でやっと対応しました。細かいところですがこの機能は効率にもつながってきます。実際にイラストで長時間使った感じはどうですか？私が工程ごとに感じた感想をお話しします。まずラフは感度が良くってですね、思い通りに書くことができました。iPad の時は手ブレ補正のところかなり強めにかけていたんですが、 S8 Ultra はもう手ブレ補正低めでもイメージ通りに書けるので、レスポンスの精度の高いことの表れだなと感じました。こういうところはさすがワコムさんですね。あとは筆圧が調整しやすい。新しい機材にしたら始めたてっても自分にとって最適な筆圧に調整してから書き始めるんですけれども、少しの調整で高精度で反映してくれる。つまり筆圧調整の感度が非常に高いです。この筆圧の高精度さは iPad にはない魅力ですね。先ほども説明したのですが、画面から離した状態でポインターが出てくるホバー機能は使っていると改めて便利だなと感じます。スポイトで色拾う時とかシフトキー押しながら直線引く時とかは必須になってきますね。板
折たたぶからの乗り換えでもこの機能があると安心できると思います。筆記のレスポンスなんですが、もう示唆なんか無縁だっていうレベルで、この辺りはどの高性能液タブと比べても遜色ないです。イラスト専用のタブレットと比べても遜色なく使えるんですね。そうなんです。次に線画です。ペンの抵抗があるので引っかかりが多めで、ペン先が柔らかい感じです。Apple Pencil 使ってる方は特にこの辺り抵抗を感じやすいなと思います。アナログとも iPad とも液タブともちょっと違う柔らかめの感じです。私はこれが滑りすぎることがないので、この S ペンの抵抗がある感じの方が書きやすいですね。芯がよく沈むので、力の入れ具合によって筆圧が反映されるかどうかがすごいわかりやすいです。そしてこのペンはペン自体も細いので、ペン先が細くて画面が見やすいっていう物理的なメリットもありますね。液タブから乗り換えるとだいぶペンが細い感じで、Apple Pencil から乗り換えると書き心地がソフトな印象を受けます。上からペーパーライクフィルムを貼り付けなくても抵抗感があるのは書きやすそうです。それな。ペンは後ろに貼り付けて充電するんですが、これはちょっと使いづらいですね。普段こういう台に乗せて使うので、充電するにはいちいち傾けて貼り付けなきゃいけません。これはすぐ上に取り付けられる iPad の方が便利ですね。Galaxy も一応ここに貼り付けられるんですが、充電ができません。最後に塗りです。発色が良すぎます。これは実機を触ってもらうのが一番なんですが、色が本当に綺麗に見えます。感覚的には iPad Pro よりも色の出方が良い感じで、元の発色の幅が非常に広いため、ある程度は調整で追い込んで納品先に合わせて設定できるっていうのもいい感じです。グレア液晶、これはね、私のね好みなんですけれども、グレアディスプレイ派なのです。ワコムさんの展示ブースでグレア液タブないですかって聞いて、スタッフさん若干引かせたことがあるぐらいグレアが好きなのでワコムさんの技術のままグレアのイラストタブレットって本当に私の好みなんです。先生はなんでグレアがいいんですか？映り込みとか気にならないですか？私の場合は映り込みよりピクセルの色が分散してぼやけてしまうのがどうしても気になっちゃうんですよね。また私ありえないぐらいね視力悪いんですけれども、画面から顔の距離あってもよく見えるので姿勢も良くなって一石二鳥です。一方気になるなと思ったのが、Android はどうしてもタッチの感度が悪い意味で良すぎるんです。5タップすることが多いので、慣れるまではちょっとってなるかもしれません。私はツールの配置をなるべく手の触れるところに置かないようにしてました。これは他の Android のスマホやタブレットでも同じなので、 OS やアプリチューニングの問題かなと思います。慣れるとねレスポンスがいいっていう評価になるのかもしれませんが、画面にずっと触っているイラスト作業だとちょっと気になるポイントですね。容量に関してよくレイヤー何枚のイラスト描けますかって聞かれるんですが、今回自分300ピクセル正方 350dpi でレイヤー300枚のイラストが問題なく描けました。クリップスタジオで PSD 形式で書き出す時の速度も私の iMac と同じくらいです。何のストレスもなく作業ができました。書いてみた感想としては控えめに言って最高です。今まで Galaxy は完全ノーマークだったんですが、Sペンやワコムさんとのコラボも歴史が結構長いらしくて、この製品はとっても熟成されているなって思います。本当に。そしてディスプレイの綺麗さは唯一無二というくらいに鮮やかです。クリエイトに使うには鮮やかさが全てではないので一概には言えないんですけれども、
前提として発色がいい上で調整で詰めていく方が自然に作業ができると思います。クリップスタジオは完全対応。これも良いポイントですね。普段私はクリスタがメインなので、クリップスタジオがそのまま使えるのはポイントが高いです。ギャラクシーなら6ヶ月無料のサブスクがついてきますね。クリップスタジオがついてくるんですね。最初からインストールされているので、今クリスタを使っている人はそのまま ID を入れてログインしたらブラシツールなども同期されます。そしてすごくいいなと思ったのが左手デバイス。これがそのまんま使えます。特に私がいつも使っているクリップスタジオ純正のタブメイトが公式対応しているのが便利です。 iPad だと左手デバイスの選択肢が狭まりますもんね。そうそう。こういう他のメーカーは製品同士の組み合わせの自由度は Android がすごい強いです。またワコムや他のメーカーの板タブや液タブがつなげられるんですよ。ギャラクシーには DeX モードというパソコンのように使えるモードがありまして、最近の新しいタブレットは対応が進んでいますので、タブレットをつないでお絵かきツールを拡張して使うことができます。私のワコム1も対応していました。今液タブを使っていてもつなげることができるので、気になる方は対応機種を確認してみてください。そしてパソコンの液タブとしても使える iPad と違って Windows に対応しています。スーパーディスプレイというアプリを入れると、今度はパソコンの液タブとして使えます。液タブとしては使えませんが Mac のサブディスプレイとしても使えます。 Windows のためのサイドカー機能みたいな感じですね。はい。Android の完成度も高いので私は単体で使っていますが、 Windows 液タブとして使えるのは便利だなと思います。 Android でもイラスト制作アプリはかなり充実しています。プロクリエイトなどの iPad 専用アプリはもちろん対応していないんですけれども、他の有名なアプリはほとんど同じですので、 iPad と迷っている方は選択肢に十分入れてもいいものだと思います。基本的な機能の話になるんですが、 SoC というタブレットやスマホの頭脳はスナップドラゴン8 Gen 1という2022年の Android 端末では最高の CPU を搭載しているので、実際に使ってみた感じでも性能不足は感じることが少ないなと思っています。一番いいものがついてるんですね。メモリーは iPad Pro より多い 12GB を積んでいるのですが、 iPad と比較して Android のメモリ管理がなので同等くらいと考えて良さそうです。いろいろ試してみて動作が重くなるということはありませんでした。データの保存容量は 256GB で、 256GB の iPad Pro より本体価格がずっと安いのでコスパ最高です。それに加えて SD カードで 1TB まで容量を増やせます。イラストの制作データってすごい結構大きいので、後から容量を足せるのはメインとして使っていくタブレットとしてもとてもいいですね。私はデータの整理が苦手なので、後から容量を増やせるのがいいですね。あと Android はファイルの管理が iPadOS よりも分かりやすいので、パソコンから移行したデータを探すときなんかも iPad より便利だと気づけました。私は普段はタブレットは持ち歩かないんですが、出先でどうしても修正が入りそうな時とかは iPad を持って行っていました。タブメイト使えないのでキーボードも一緒に持って行ったのですが、タブメイトが使えるので荷物が減っても嬉しい限りでございます。出先だとどうしてもロックかけてデータ守らなきゃいけないと思うんですが、
Galaxy は顔認証と指紋認証両方に対応していますので、特に指紋認証はこの画面に埋め込まれているのでかなり便利です。顔認証だけだと画面の角度とかでどうしてもね、認証されないこともあるので、指紋認証もついていると便利ですね。あとイラストとはちょっと関係ないんですが、タブレットの機能として大事なのがスピーカーですね。もちろん普通の高性能タブレットとしても使えるので、映画を見たり音楽聴いたりもできます。音質は iPad Pro とほぼ同じ、かなり音がいいです。スピーカーは私が普段作業中に使っているヘッドフォンと同じメーカーのものだそうです。スピーカーを作っているアーカーゲーはメーカーの子会社らしいですね。いいスピーカーって感じの音がします。外カメラは広角と望遠、非常に高性能なものがついていますが、タブレットでカメラを使う機会はあんまりないかなって思います。逆によく使うと思うのが内カメラですね。こちらも広角と超広角がついているので、リモート会議とか打ち合わせで使いやすそうですね。iPad Pro と違ってカメラを横にした時に上にあるカメラなので自然な角度で映すことができます。 iPad だとカメラが寄っちゃって見切れることがあるんですね。そして非常に大事なバッテリーですね。もちろん画面サイズも大きいので iPad Pro より大容量のものがついています。実際には一日中作業できるくらいの容量があります。高速充電にも対応しているので、大きなアダプターを用意するのがいいと思います。メーカーの延長保証も Apple と同じような内容のものがあります。さすがにちょっと高い端末なのでね、不安な方は入っておくと壊れた時に新品交換や修理が受けられますよ。まとめ、このタブレットのいいところは Galaxy Tab S8 Ultra はワコムとコラボしていた、実はイラスト制作に最も向いているタブレット。ディスプレイは有機 EL で液タブより色域が広く鮮やか。アプリの充実度が高い。左手デバイスが使える。筆圧が非常に出しやすい。Android タブレットなどでもちろん単体でも使える。液タブがつなげられる。最上級タブレットなのに安い。 SD カードで容量が増やせる。ダメなところはペンの充電方法が今一つ。ちょっとペンが細い。ペン先の抵抗に慣れるまで時間がかかるかも。プロクリエイトが使えない。アクセサリーが少ない。使っている人が少ないのでトラブルの時に解決策を検索しづらい。以上が今回のメリットデメリットかなと思いました。私が特に気に入っているいい点は、もうとにかく画面が広くて画質がいいということと、タブメイトが使えるということ。ちょっと気になる点はペンの充電方法でしたね。実際使ってみると思いのほか Android も iPad もできることも性能もほとんど変わりません。画面録画もできますしね。Android の Galaxy タブレットは Windows との相性がいいので、 Windows 使ってるよっていう方は全く抵抗なく使えると思います。実はこうやってレビュー動画してる私なんですが、もともと環境が変わるのが嫌で、初めて iPad 使い始める時も何ヶ月もかかってしまいましたね。私もです。環境を変えるくらいならお絵かきしていたいです。そうなんですよね。慣れる時間がもう無駄みたいに思うじゃないですか。皆さんも前と同じことができなくなるんじゃないかとか、制作機材を変えた時設定もやり直さないといけないって感じることが多いと思います。きっと皆さんここが乗り換えの時のネックになって長年同じ機材使ってるって方多いと思うんですが、大体は慣れの問題なので頑張ってください私は昔に比べて設定の移行も楽になりましたし、あまり OS の差もなくなってきています。
また設定のやり直しめんどくせえとか時間の無駄って思ってる方いらっしゃると思うのですが、逆です。設定し直すと不要な設定とかを見直せて、より効率化につながります。自分は今回タブメイトの割り当てとかクイックアクセスを洗練できて、改めて環境を変えるのは他のことも効率化が図れるなって感じました。大変そうって思っていましたが、やってみると結構簡単なんですね。環境を変えた方が効率的。それは気づきませんでした。なので今回気になったよって思った方は、ショールームや家電量販店などで一度触ってみることをすっごくおすすめします。できれば原宿のギャラクシー屋さん行くことをおすすめします以上、ギャラクシータブ S8 ウルトラのレビューでした。このチャンネルではお絵かきに関する情報を発信しています。よろしければぜひチャンネル登録とグッドボタンしていただけると制作の励みになりますので、よろしくお願いします。それではののまるとちーまるでした。